皆さん、コーヒメバーチャルアーティストの姫崎ゆずるです。今回はなんとゆずるの所属するノリプロで描かせていただいたお仕事イラストのメイキングを大公開しちゃいます。今回お見せするのはこちら、犬山玉木ちゃんのオリジナル曲未来描画のミュージックビデオ用イラストのメイキングです。依頼をもらってから納品するまでの流れはもちろん、プロのイラストレーターがどんなことを考えながら描いているのかなど、制作の裏側を全部お見せしちゃいます。それではスタート。ノリプロのお仕事はいつものりおママからこんな感じで依頼されます。こんな感じで結構しっかり依頼が来るんです。文面については社内での依頼なので少し砕けた感じの文面になっています。通常企業さんからご依頼が来る場合はもっと硬い文章になっています。 LINE の文章にはどんな絵を描いてほしいかという絵の内容、枚数、そして締め切りが書かれています。今回は犬山玉木ちゃんのオリジナル楽曲の動画用イラストを描いてくださいという依頼でした。締め切りは12月下旬から1月頭頃。イラストは背景ありのイラスト2点、立ち絵1点と書かれていますね。イラストのサイズについては省略されていますが、動画に使用するイラストだと私の場合は16対9の比率で、大きさは A4 サイズくらいで描いてます。イラストの金額は普通の企業だと向こうからこの金額でと提示されることが多いのですが、ノリプロの場合はこちらで決めることがほとんどです。依頼の内容を確認したらこのように受けますという感じのお返事をします。お返事をする際は締め切りは何日がいいですというのも合わせて書きます。ちなみにノリプロのお仕事で断ったお仕事は今のところないです。お仕事を受けたら最初に作品の方向性を決めるための大雑把なラフ案を作ります。今回描くイラストのポイントはこんな感じ。今回は指定が何もなく自由に描いてほしいとのことだったので、曲を聴きながら思い浮かんだイメージを形にしていきました。この大ラフの工程、結構頭を使うんです。この段階ではイラストにおいて重要な構図を決めます。しかも今回はイラストの指定がほとんどないので、構図だけじゃなくシチュエーションも背景も全て自分で考えないといけなかったんです。なのですごく頭を使いました。脳みそにシワがたくさんできた気がします。ちなみにボツになりましたが、他にはこんなラフも描きました。今回は今までで一番多くラフを描いたと思います。大ラフ案で決定した案をもとにより詳細なラフを描きます。私の場合は結構綺麗に描くので、これがそのまま下書きになります。ラフにも軽く色がのってますね。色をつけておくことによりモノクロの状態のラフよりも完成形を想像しやすくなるんです。色を塗るときもどこに何色を置こうかなって迷う時間が減るので、ラフに色をつけるのはおすすめです。今回は軽く色付けしていますが、これよりもっと細かく色をつけることや逆に色をつけない時もあります。ラフの OK が出たらそれぞれの絵を仕上げていきます。それでは1枚ずつポイントとともにイラストを紹介していきますね。まずはこちら、ちょっとダークな雰囲気のイラストですね。今回描いたイラストの中では1枚だけ雰囲気の違う絵になっています。なんでこのような絵になったかというと、この絵は A メロの歌詞の一部から連想して思いついた絵なんです。午前2時、深夜の窓辺に寝転んで悩みながら絵を描いている、そんな一場面を表現してみました。このイラスト表情差分もあるんですけど、どうでしょう。この泣き顔差分はのりおママからの要望で追加したものなんです。差分があることによってイラストに物語性が出て、より奥行きのあるイラストになったと思います。このイラストは他にも夜の雰囲気を出すためにノイズっぽい効果をかけたり、色収差という効果も追加してます。
この辺りの詳しいテクニックはまた別の機会にお話ししたいですね。こちらは立ち絵になります。歩いているような差分がある立ち絵が欲しいという要望があり、この3枚になりました。立ち絵は動画で使いやすいので割と描く機会が多いですね。空に向かってペンを持つ手を上げているポーズはまさにこの楽曲のタイトルの未来描画にぴったりですね。こちらはサビの部分で使うことを想定したイラストになります。絵を描くことが楽しいっていう気持ちを前面に押し出した絵にしたいと思ってこのようなカラフルな絵になりました。周りにインクを散らしたりクレヨンのペンで落書きを入れたりしてます。背景にはドリプロ1期生モチーフのぬいぐるみも置いてあって賑やかで可愛い絵になったなと思います。こちらも同じくサビの部分で使うことを想定したイラストです。液タブのペンを持ってデジタルイラストを自由自在に描いている姿をイメージして描きました。先ほどの可愛いイラストとは対照的にこちらは爽やかな感じで仕上げてみました。実はシンプルに見えてこういったデザイン系の背景って個人的には難易度が高いんです。ただ模様や柄を入れたりキラキラの効果を入れればいいんでしょって思いますよね。でも華やかにしたいなと思って何も考えないで色をつけたり模様を入れたりするとごちゃっとして見づらくなってしまうんです。なので色や密度のバランスに気をつけて仕上げていきました。完成したら一旦 JPEG 画像を送ります。この段階で気になる箇所があれば修正が入ることもあります。普通の企業のお仕事を受ける場合でも同じです。今回はこんな感じで目元のバランスだけ修正が入りました。いただいた修正画像を元に元のデータを修正して提出します。先方から OK をもらったら PSD データを納品して完了です。以上がお仕事イラスト制作の流れでした。このような手順を踏んでようやくイラストが公開されます。イラストが発表されるまでは早ければ1週間以内、通常は1ヶ月以上かかります。自分が一生懸命描いたイラストが発表されるととっても嬉しいです。ちなみに Twitter のツイートや動画についてるコメントいつもチェックしてます。やっぱり作ったものの感想は気になっちゃうんですよね。いつも感想をくれる皆さん本当にありがとうございます。めちゃくちゃ励みになってます。今回取り上げたイラストは犬山玉木ちゃんのチャンネルに上がってるオリジナル曲「未来描画」のミュージックビデオに使用されてます。概要欄にリンクを貼っておきますのでこちらの動画もぜひ見てみてくださいね。今後もまだまだイラスト関連の動画をアップしていきたいと思っています。よければチャンネル登録、グッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。